こんにちは。スマイフのノブです。皆さん、iPad ってどんなイメージをお持ちですか？ノート PC の代わりになる便利なタブレットでしょうか？それとも動画視聴やお絵描き用のデバイスでしょうか？実は今回の iPadOS26 はそんなイメージを大きく塗り替える、まさに革命的なアップデートになっています。今回の動画ではリキッドグラス採用の新デザイン、より自由になったマルチタスク、Mac に近づいた UI、 写真の空間シーン対応、ファイルアプリのアップデート、そして iPad にやってきたプレビューアプリまで幅広くご紹介します。では早速最初のテーマ、リキッドグラス採用の新しいデザインから見ていきましょう。リキッドグラスとは Apple が新たに導入した UI デザインのスタイルです。ガラスのような透明感と背景のコンテンツに応じて変化する光の反射表現が特徴です。見た目はただの透明ではなく、光沢感や奥行きがあり、触れると生きているような質感を感じます。ホーム画面のカスタマイズにはアイコンのクリアが追加されて、リキッドグラスにあった透明感があるアイコンが追加されましたが、個人的にはいまいち使いづらいですね。改めて色の情報はとても大切だと思いました。今回のアップデートで最も大きな変化は、ウィンドウ管理の自由度が格段に上がったことです。各アプリの配置を自分の作業スタイルに合わせて調整できる点がポイントです。例えば、左上にサファリ、右上にメモ、左下にカレンダー、右下にチャットアプリを配置すれば、会議の予定を確認しながら調べ物と議事録作成を同時に進められます。この新しいマルチタスクを最大限活用するには、まず設定が必要です。手順は簡単で、まず画面右上からコントロールセンターを開きます。次にマルチタスクとジェスチャーというボタンを長押ししてください。するといくつかの表示モードが出てきますので、その中からウィンドウ表示アプリを選びましょう。これだけで OK。 あとはアプリを開くだけで自由にウィンドウ化して配置できるようになります。個人的にはこれが PC ライクに iPad を使うなら断然おすすめです。動画編集や資料作成のように複数アプリを横断して同時に使い続けたい場合は、ウィンドウ表示アプリが圧倒的に便利です。まず一番の変化は、画面上部にメニューバーが表示されるようになったこと。 Mac を使ったことがある方ならおなじみのあのアプリごとのメニューが iPad にもやってきました。例えばサファリならファイル、編集、表示といった項目が並び、そこから新規ウィンドウや新規タブなどの指示ができます。これまではこういった操作はアプリ内のボタンやショートカットキーで探すしかありませんでしたが、今はメニューバーからワンタップでアクセス可能になります。ポイントはアプリごとに表示内容が変わること。ページーズを開けばページズのメニュー、写真アプリを開けば写真アプリのメニューが現れます。つまりiPad が今まで以上に作業の中心として使えるようになったわけです。次にウィンドウに Mac でおなじみの赤色、黄色、緑色の信号機ボタンが追加されました。これでウィンドウ操作が Mac と統一されて、とても使いやすくなります。赤色ボタンはウィンドウを閉じる、黄色ボタンはウィンドウをドックに一時格納、いわゆる最小化、緑色ボタンはフルスクリーン表示に切り替え、さらにこの緑ボタンを長押しするとウィンドウのサイズや配置を指定できるようになっています。画面の右半分だけに表示、左半分だけに表示といった分割配置が気軽にできます。これまでは画面分割にスプリットビューやサイドオーバーを使っていましたが、より直感的で PC ライクな操作になったのが嬉しいポイントだと感じました。またタッチ操作ならではの方法では、ウィンドウ移動中に左か右にフリックすると自動に分割表示になります。直感的で使いやすく操作しててとても気持ちよいので、ぜひ皆さんもやってみてください。続いてドックに任意のフォルダを配置が可能になりました。ドックの右端にはこれまでアプリや最近使った書類しか置けませんでしたが、 iPad26 では好きなフォルダを常駐させられるようになります。個人的に便利なのはダウンロードフォルダやデスクトップフォルダを置く使い方です。 Mac と同じ感覚でダウンロードしたファイルや Mac のデスクトップのデータにワンタップでアクセスできます。 iPad でのファイル操作がこれまで以上にスムーズになり、
特に外部ストレージやクラウドと併用する人には嬉しいアップデートです。最後に意外と地味に見えて大きな変化なのがマウスカーソルのデザイン変更です。以前は丸いポインタが特徴的でしたが、 iPad26 からは PC と同じ矢印カーソルに変更になっています。これにより細かいクリック操作やウィンドウの端を掴んでリサイズするといった動作がより自然に感じられます。見た目の違いだけでなく操作感が Mac に近くなっていて、キーボードとマウス派にはかなり使いやすくなった印象です。 Mac に近づいた UI は見た目の変更にとどまらず、作業効率を大きく底上げするアップデートです。 iPad26 では iOS 同様にニューラルエンジンを使って 2D 写真に深度情報を付与し、端末の傾きや角度に応じて背景と被写体がずれて動く 3D 演出が楽しめます。見た目はまるで写真の中から世界が飛び出してくるかのような視覚的な魅力が一気に高まり、言葉では伝わらない感動を味わうことができます。対応写真を開いて空間表示モードに切り替えるだけで OK です。さらにロック画面の写真も空間シーンに対応しているので、ペットや子供の写真をロック画面に設定している方にはとても面白い機能だと思います。写真を見るだけじゃなく、まるでその瞬間の空気感まで蘇るような体験ができます。 iPhone 以外で撮った写真でも対応しているため、過去の思い出も新鮮に蘇ります。 iPad26 は多くのモデルに対応していますが、空間シーンによる 3D 写真の魅力を最大限に引き出すには特定のハードウェア要件を満たしている必要があるので気をつけてください。まず一番わかりやすいのがフォルダーのカラー変更とアイコンの追加機能。これまでは iPad のファイルアプリのフォルダーといえば全て同じブルー系アイコンでしたが、アップデート後はこんな感じにカラーとアイコンの追加でより整理しやすくなります。フォルダーを長押しするとファイルとタグをカスタマイズという新しいメニューが登場。例えば仕事用は青、プライベートは緑、写真素材はオレンジ、動画編集関連は赤といった具合に色分けできたり、その用途によってアイコンを追加できます。色や形でパッと判断できるのでファイル探しが一気に楽になります。そして個人的に今回のアップデートで一番嬉しいのがこの常にこのアプリで開く機能です。これまでの iPad は特定のファイルを開くときにデフォルトアプリを自由に選べませんでした。例えば JPEG を開く場合、あのアプリで開きたいのに毎回ファイルアプリ経由で共有から選び直すという手間があったんです。しかし iPad26 では Mac のようにファイルを右クリックか長押しタップでこのアプリで開くを選択することで開くアプリを即指定できます。さらにカラム表示のファイルの情報パネルから常にこのアプリで開くを設定すれば次回以降は自動でそのアプリが開くようになります。これによって作業の流れがかなりスムーズに自分好みのワークフローが作れます。正直派手な新機能ではありません。でも日々 iPad を使って仕事や趣味の制作をしている人ほどこのアップデートのありがたみは感じるはずです。これまでプレビューの作業を iPad で同じことをやろうとするとサードパーティー製アプリに頼る必要がありました。もちろん便利なアプリはたくさんありますが、わざわざインストールして学習してという手間があったのも事実です。さらに広告がついてるアプリも少なくないです。それが今回 Apple 純正のプレビューとして iPad26 に統合されました。 iPad 版プレビューの最大の魅力は Apple Pencil 対応です。これによって PDF や画像への注釈が紙に書くような感覚で自然にできるようになりました。例えば契約書の PDF を受け取った時、その場で手書きサインを入れてメールで送り返す。これが数タップで完結します。さらに拡大して細かい部分を書き込むのもスムーズ。従来の Mac 版ではマウスやトラックパッドでの作業でしたが iPad ではペンで直感的に操作できるので編集のストレスがほぼゼロです。 Mac ユーザーにとってはおなじみの便利さをそのまま持ち歩けるようになり iPad だけで完結する作業範囲が一気に広がります。これまで外出先で帰ってから Mac でやろうと思っていた作業がその場で終わるかもしれません。
さて、今回ご紹介した通り iPad26 は iPad をタブレットからミニ PC に進化させる革命的なアップデートです。見た目の美しさ、操作の自由さ、作業環境の整理、そして創造的な表現性まで、あらゆる面で iPad は大きく前進しています。僕自身、初代 iPad から使ってきて、これまでの進化も見てきましたが、iPadOS26 ほど心を揺さぶられたアップデートは久々です。タブレットとしてだけでなく、仕事でも創作でも使いやすい自由な道具になってきたことに本当に驚いていますし、これからの使い方が楽しみで仕方ありませんね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。